皆さんこんにちは、石野香穂です。今回は筆を整えるタイミングについてお話ししていきたいと思います。前回、墨継ぎのタイミングというテーマで動画配信したところとても好評で、それをご視聴くださった方から、墨つけるタイミングが分かりました。じゃあ今度は筆がまとまらなくなってしまった時に、筆を整えるタイミングが知りたいというご質問をいただきました。今日はそれについてお答えをしていきたいと思います。じゃあ早速もう結論からお伝えしますと、筆を整えるタイミングっていうのは、ベストなタイミングとかは存在しないと思っています。人の考えによるかなっていうところが大きいのと、私自身筆を整えるっていう概念があまりありません。というのは、プロの方は一緒だと思うんですけど、書いてるうちに収筆、線の終わりの部分で筆をまとめ上げたりとかして、次の入筆の時に綺麗に筆がまとまった状態にしておくとか、またはバラバラになったとしても、起筆の時のまとめ方を知っていて、次の線をスタートする時に綺麗な状態で入筆できたりするっていう技術がすでにある状態なので、途中で筆を整える必要性がなかったりします。なので、今回はその書きながら筆をまとめ上げていく技術をお伝えするっていうのがまず一つと、初心者の方とかはそういう技術どうこうっていう話じゃなくって、バサバサになってしまった時にベストなこの筆を整えるタイミングが知りたいっていうことだと思いますので、それをお伝えできればなというふうに思っています。プロの人はどうやって筆をまとめ上げながら、整えながら書いているのかっていうところについて筆使いを実際にお見せしていきたいと思います。今回使うこちらのお手本は毎月発行している教書誌家宝の今月号から5年生の課題安心というものを使って解説していきたいと思います。顔真という唐の時代の書家がいます。その人の文字を習字、字を寄せ集めて合体させて作品を書くっていうのを、こちら大人の方でも取り組める簡単な課題になりますので、初心者の方ぜひやってみてください。じゃあ早速安心と書いてみます。どういったタイミングで筆を整えながら運筆しているのか注目してみてください。最初の1画目ではたっぷり筆に墨を含ませますよね。これは必ずです。全然まだまとまってますよね。最初はちょっと墨含みいい時はまとまり続けると思います。羽とかでも反発効かせるけど全然まとまってる状態ですよね。こことかちょっと押さえ効かせた時どうかな。あ、割れてくれました。こんな感じになった時に、皆さんだったらここで墨つけますかっていうか、筆を整えたくなりますか？プロの皆さんだったら多分整えないってお答えくださってると思うんですけど、その通りです。整えなくてもここでこうちょっと穂先をからげて入筆する、軽く造法って言うんですけどね、こういう風に穂先をからげて、穂先が線の中に包み隠されるような運筆動作を取ってあげるわけです。ただそれもこう筆圧をかけてやると丸くなっちゃうのでかっこ悪いんですけど、軽くこうタッチするだけ、そうするだけでプッてこう筆がまとまる状態になるので、軽くタップして返す感じ。そうするとなんかまるですごい初めから綺麗にまとまってたんじゃないかみたいな起筆の表情になってくるっていうところで、エアー造法って私は呼んでるんです。ちょっと専門用語になっちゃいますよね。このタップの動作で一瞬閉じてくれるっていう、これがエアー造法です。軽く穂先をからげるっていうイメージです。これだけで筆ってまとまるんですよね。見た目上はそのまま落筆させて書いたのと同じような見た目になりますので、このエアー造法っていう技をみんな使って筆をまとめ上げながら書いています。でこう払い終わった後も、もしかしたら筆こういう感じで割れてるかもしれないですよね。今も見事に割れてくれましたけれども、そうなっても全然気にしないで次の横画いきます。どうやってるかっていうと、今みたいにこうエアー造法、こうやって運動してあげる感じとかで、エアー造法の運動を取るとすごく線質も力強くなるので、理にかなった運筆動作なんですよね。落筆、この筆を落とす勢いを強めるために古典とかでもよく出てくる筆使いだし、プロの作家さんは結構よくやってたりとかするので、私個人の癖でそうやってるとかっていうのは全くないです。本当に古典的な筆法の一つでもあるので、安心して使っていただけるといいかなっていうところですね。なんとなく起筆で整える方法は分かってきましたね。じゃあ今度はちょっと大志っていう字の大きいっていう字使って書いてみましょうか。今度収筆で整える方法をやっていきましょうか。
例えば押さえ効かせて、なんかこういう見た目なんですよ、眼神経の横隔って。だからなんか押さえて終わると、ほら、こんな感じで筆割れた感じになっちゃうみたいな悩みを抱えてらっしゃる方が多くいらっしゃるんですよね。こうなった時って次の縦角入る時、激ムズに感じる。だからみんな筆整えるって感じだと思うんですけど、収筆のまとめ方工夫すれば、起筆の時に綺麗にまとまってるので、ちょっと今その方法をお見せします。はい、わかりますこのまとまり方。毛は曲がってますけど、ちゃんとピュッてまとまってくれてるのわかりますね。さっきのバサっていうのとは違いがわかりますよね。眼神経のこの収筆って結構垂れ下がって見えるもの多かったりするんですけど、ポイントは穂先の位置と腹の動き見ててくださいね。穂先の位置はそのままに腹だけ動かす。そうすると、筆開いてたのがまとまる運動をとってくれるので見てください。はい、綺麗に整いました。今何したかわかりますね。解説もついてたんで分かったと思うんですけど、収筆の時に穂先の位置は移動させずに腹の位置だけ来た道戻るんです。これが収筆でまとめ上げる技です。そうするとある程度まとまってるので、次の縦角の入筆がやりやすいっていうことになる。これがプロが実践している筆を整えながら書く技術になります。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、じゃあ先ほどは上級者の方向けに筆を整えながら書く技術という点でお伝えしてきましたので、次は初心者向けに筆を整えるべきタイミング、このタイミングだったらありなんじゃないっていう場面をお話しできればなと思います。今回字のサイズもでかいですから結構墨なくなるのも早い、そういうサイズ感で書いています。例えばこの大きいっていう字、もちろん全然このまま最後までいくこともできるんですけど、つけるとしたら今です。つけるっていうか整える。こういう風に左払い書いた後って毛がねじれるんですね。必然的に毛がねじれます。左払いっていうのは曲線の運動が入るので毛がねじれて、書き終わった時に毛の捻転によって筆がこのように割れたようになることが多いんで、このタイミングですよね。で、筆を整えてあげるっていうのがいいのかなと。私がもし初心者の立場で起筆で筆を整える技術がないなって想定した場合には多分ここでつけますね。で、その時に穂先に多少墨も含んでください。なんでかわかりますか？最後、筆を大胆に開きます。この後まとめ上げていくには、ある程度水分含んでないとまとまってくれません。この毛の中に水分がない状態で運筆しますと、開くところまではできるんですけど、その後筆を吊り上げていった時にうまく毛がまとまらない。これは水分不足によるまとまらないっていう現象なので、同時に墨も含ませてあげれると一石二鳥かなっていう感じ。で、この中から、この横隔の中ぐらい、この辺からスタートしてあげると息の長い右払いが書けると思います。で、上に吊り上げていった時に、なんでこういう風にちゃんと細くなって終わってくれるのかっていうと、今同時に墨を継いだからです。整えるんだったら、そのタイミングで墨継ぎも同時に行いましょうっていうのが、私は結構おすすめです。私が今回筆を整えるといいですよっていうタイミングには、実はルールがあります。いつでも整えていいっていうわけじゃないです。じゃあ次の志でやるといいかなって思うところで整えたいと思うんで、また見ててください。例えばこういうところ。今こうやって収筆を終えた時にこんな感じ。豚の足みたいになりましたよね。心一画目とかでちょっと整えてあげてもいいかも。なんでかっていうと、ここって繊細な細い線からスタートして今度太くしていく。こういう点なんですよね。眼神経の点の打ち方って。すごいふっくらする。ここぞという場面で太さ出さなきゃいけない時っていうのって書道にはあるじゃないですか。細い太いがあるから筆文字って綺麗に見えるわけで。ポイントとしては、その先に太さがある時、その手前ですよね。その先に太さがある線の時に筆を整える。これが理想だと私は考えます。次のこの場面でもいいと思います。後半太さがきますから。で、この太さを出すっていうことは、収筆まとめ上げていく技術も必要になってくるって考えると、同時に墨含みも良くしておかないといけないですから、整えるついでに穂先にちょびっとだけ墨を足すみたいな感じでやっておくと、ここでの安心感が違うと思います。筆開いたよ、太くしたよの後に吊り上げていった時にちゃんとまとまってくれるっていうこと。こういうメリットが発生するので、後半で太い線が来る。収筆で太い線が来る場合にのみ、筆を整えると同時に墨継ぎもちょびっと行ったりっていうのが、私の中では理にかなってると
思います。なので、初心者の皆さん、もし墨継ぎが必要です。筆を整える必要を感じますって言った時には、こういう太さが来る時にやってあげてください。それ以外のところ、後半、収筆で特に目立った太さが来ないっていう場合は、整える必要性がないと思いますし、前回のお話じゃないですけど、墨継ぎの必要性もあまり感じないかなっていうふうに思います。なので、前半にも解説させていただいた上級者向けの解説、筆を整えながら書く技術っていうのを備えてあげると、すごくいいですよという感じですね。はい、ということで今回は筆を整えるタイミングというテーマでお話ししてきました。皆さんも書きながら整えてみる技術とかやってみてください。こういったお話をもっと深く聞きたいとか、もっとたくさん勉強したいというお気持ちになった方は、ぜひ私の書道学校というアプリでお待ちしておりますので、概要欄からぜひそちらの詳細を覗いてみてください。私の書道学校ではこういった毎月家宝という雑誌を発行していて、これが毎月皆さんのご自宅に届くような仕組みになっています。これに付随するお手本動画なども毎月18本以上ご覧いただけたりとか、月2回の古典にまつわる講義なども開催しておりますので、いや私実は古典基礎から学んでみたいんだよねとかっていう方もぜひ私の書道学校に、来てみてください。今回のお話は以上です。皆さんいつも最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。それではまた、さようなら。